基礎化粧品は気をつけてますか？お肌のお手入れはどうしていますか？たるみが改善されればシワがなくなるかというのがありました。こんにちは、おきゃんママこと加藤ひとみです。今日は質問コーナー第2弾ですね。前回いただいたご質問ですね。私自身が気をつけていることとか、いろいろ今回お伝えしたいと思います。頭皮のケアはどうしていますか？頭皮マッサージをした方がいいですか？というご質問がありました。で、私もですね、もともと毛が細くて量が多い方ではないんで、やはり加齢とともに減ってきてたんです。ですごく髪の毛が抜けた時があって、すごく焦りまして、その頃からですね、毛染めをケミカルなものをやめてヘナに変えました。そうするとかなり抜け毛が減って髪の毛もしっかりしてきたように思います。あとマッサージなんですけれども、頭皮が硬いねってよく美容院なんかで言われてて、こういったものを使ってマッサージしたりとか、結構これ気持ちよかったんですけどね、やってたんですが、あんまり効果を感じれないんですね。それと腕がだるくなるんですよね、こうやってたら。で、今すごくいいなって思ってるのがこういう電動式ですね。ちょっとこれがまたですね、すごく気持ちがいいです。ハマりました。で、これ使い始めてまだそんなに経ってない1ヶ月ぐらいですかね。なんかですね、髪の毛のコシが出てきたような気がするし、少し抜けたとこから髪の毛も生えてきたような気がします。あくまでも気がしますの範囲なんですけど、抜けが確実に減りました。これはですね、ドクターシーラボのマッサージャーですね。ヘッドマッサージャーかな。こういったものを使ってます。本当にこれ手でやってるみたいなんですよ。これ当てると頭皮がすごく動くんですね。防水仕様になっているので、お風呂の中でも使えます。私はお風呂の中では使ってないですね。寝る前にちょっとこれでマッサージしたらポカポカしてすごくいいです。これ今すごく一番のお気に入りかもしれないですね。プロテインを飲んで表情筋のトレーニングをしたら効果が上がるかというご質問もありました。私自身はプロテインは飲んでないです。なんとなく私体質に合わなかったです。プロテインは。私はですね、タンパク質の補給という意味ではですね、コラーゲンサプリを飲んでいます。すごくずっと長年飲んでるものがあって、それでいいかなと思ってます。あとは食事に気をつける、タンパク質を取ることはそうなんですけども、コラーゲンのサプリはですね、昔はコラーゲンとして体に入ったとしてもアミノ酸に分解されるので、それがいろんな臓器に行って肌にはあまり影響はないと言われてたんですけど、今はですね、分解されたものがですね、また皮膚に集まって繊維が細胞のところに集まってくるっていうことが分かってきてますので、コラーゲンのサプリを飲んでて、プロテインは特に取ってないです。食事の面ではですね、やはり効果を引き出そうと思えばバランスかなと思いますね。朝昼晩きっちり食べることとかね。で、食事健康法というのは私すごく好きで、今までもいろんなものを試してます。完全な糖質制限とか、1日1食だけにするとかね、そういうこともやってみましたけれども、1日1食は絶対無理ですね、あれは。あと完全に糖質、完全に抜くことはできないんですけど、全く主食を取らないっていう生活もやったことがありますけども、本当に糖尿病の方とかすごく肥満の方にはいいかもしれないですけども、やはり糖質も必要ですよね。今はですね、1日お昼に1回お茶碗1杯食事をとるのと、朝は糖質オフのシリアルを少なめにというふうにして、夜は主食は食べていません。あとすごくよくとるのがお野菜ですね。野菜がすごく好きなので野菜をとっています。昔はですね、私本当によくお酒を飲んでまして、赤ワイングラス毎晩3杯は飲んでました。で、また食事にどっか行ったりすると飲んだりとかって飲酒をよくほど毎日やってたんですけども、ある日を境に本当にお酒が受け付けなくなって気持ちよく酔えなくなったんですね。そこで自然にお酒は全く飲まなくなったんですけれども、それと同時に甘いものの欲求がすごく出ました。もう本当に食事でお腹いっぱい食べても帰りにコンビニ寄ってアイスクリーム2つ買って食べるとか、自分の中では気をつけてるつもりなんです。普段野菜を取ったりとか。でも甘いものの思考というのがね、砂糖依存症みたいな時期が少しありまして、少しストレスとかも関係あるかもしれませんね、あれは。で、それをやっぱり断ち切ろうと思いました。で、私父親がですね、糖尿病の合併症でね、早く父が亡くなったんですけども、私が父親にすごく顔も体型も似てて、どうもいろんな遺伝を受け継いでるみたいなんですね、父親から。2人目の妊娠中に血糖値がすごく上がって、境界型糖尿病って診断されたことがありました。で、その時にお医者さんが言うには、出産後にこのまま本格的な糖尿病になるかもしれませんよということをちょっと言われました。で、妊娠中もやっぱり甘いものもちろん食べてましたけど、どうも体質的にそういうのも持ってるんですね。
で幸いにも産後糖尿病にはならなくて済んだんですけども、その素質を受け継いでいるので、お医者さんから私は太ると肥満するとほぼ確実に糖尿病になるよと言われました。でそれ以来取らないように気をつけてます。気をつけててもやはり砂糖依存みたいなのはやっぱりあるんですね。なのでそれを完全に断ち切ってて、今は甘い菓子パンとかですね、大好きだったんですけども一切やめました。最初はね、やっぱりスーパーとか行って、それとか街を歩いててスイーツの美味しいお店とか行くとね、本当にじっと見たりとかね、そういうのもあったんですけども、やめて2ヶ月経つとですね、ピタッとその欲求がなくなりました。やはり砂糖の依存症って本当にあるようで、それはすごく強烈なんですね。一気に血糖値がボンと上がるので、すごく幸福感があるという、それをやっぱり脳が覚えてて、それを渇望するんですよね。でもそれを断ち切るのってやっぱり2ヶ月かかるそうです。で本当に私も2ヶ月目に甘いパンとか見ても、美味しそうなねお菓子とか見ても、スイーツとか見ても、食べたいっていうのはなくなりましたね。だから良かったなと。あのままいくとね、結構血糖値すごく上がるタイプなので、私の場合は食後高血糖になりやすいたちなので、糖尿病になってたかなと思うので、そこはね良かったなと思います。今はすごく食事に気をつけてやってます。するとですね、体重もやはり安定してますよね。朝起きて測った体重がほぼ一緒。甘いものを嗜好してた時にはね、次の日の体重の増減がすごく激しかったですね。砂糖、糖質をたくさん摂るということは肌の糖化を招きますので、決していいことではないですね。ですので甘いものとか、30代40代ぐらいはいいかもしれませんが、もう50代、私も60歳でね、いろんな成人病とかも出てきやすいので、いい時期にきっちりできたかなと思いますね。その分運動とかしてストレス発散とかやってます。あとはですね、基礎化粧品は気をつけてますか？お肌のお手入れはどうしていますか？ということですね。基礎化粧品は気をつけています。すべてのアイテムから合成界面活性剤と合成ポリマーを一切抜きました。もう肌につけないというふうにして、もう長年そのようにしてます。肌の表面のバリアが壊れると、表情筋をしっかり鍛えてもその筋肉の引き上がりに追いつかないんですね。皮膚が斜め毛穴を起こしやすいんです。斜め毛穴を起こすと皮膚がだれますので、常に合成界面活性剤で肌のバリアを壊していると、皮膚がですね不健康になってくるので下がりやすいです。皮膚表面が毛穴が伸びるからですね。ですので毛穴を引き締めるためにも合成界面活性剤を使わないようにしています。これをケミカル立ちって言います。でたるみ改善三大セオリーっていうのを私推奨しています。で1つ目は顔ダンスで筋肉を引き上げていく、強化するということですね。でその引き上げを維持するために真皮のコラーゲン補強ということでコラーゲンを補給することですね。その後の毛穴を引き締め、斜め毛穴による皮膚の下がりを防止するために無添加化粧品ですね。で無添加化粧品にもいろいろあって、無添加と謳ってても正確な定義ってないんです。無添加で無添加って書いてあってでも合成界面活性剤はしっかり使ってるとかっていうものもありますので、私もいろんな化粧品を試したけどもなかなかないです。正直合成界面活性剤、合成ポリマーで石油系の合成界面活性剤は使っていませんって謳ってるところありますけども、合成界面活性剤というのは自然にあるどんなものからでも作れます。だから石油じゃない植物からでももちろん作れるんですね。皮膚に合成界面活性剤作用を起こさないようなものにするためにはですね、完全に合成界面活性剤、活性作用があると水と油をですね混合させてしまってなくしていくということは、皮膚の中に染み込んでいくとバリアを壊していって穴を開けていくわけです、皮膚表面に。でその穴から肌の水分がどんどん出ていくので、どんなに化粧品を使っても乾燥しやすい、そしてシワができやすい、そしてバリアが弱いので紫外線にも弱いのでシミにもなりやすいんですね。なのでたるみ改善三大セオリーの三大柱ですね、その一つにケミカル立ちというのを掲げてます。で本当にいろいろ探してもないので、結局私自分で作りました化粧品、セリフっていうんですけどね。で別に私の化粧品じゃなくてもですね、探せばあると思います。合成界面活性剤、合成ポリメを一切使ってないものをぜひこれからお手入れに入れてほしいですね。でどうやっても乾燥しやすい、このトレーニングを結構長くやってても上がってこない、皮膚が上がってこない、顔が上がっていく感じがしない、シワがいっぱいできるような気がする。で動かせば動かすほどシワが増えて顔中がシワシワっとなるのが怖い、不安、
そしてそのような状況でどうしたらいいかっていうお悩みのある方はですね、ぜひお手入れ品から見直してみていただいたらと思います。でケミカル立ちってね、本当に説明するとどういう仕組みになっているのか、どうしてねケミカル立ちが肌にいいのかっていうのはね、こうお話しするのも結構時間かかりますので、私今ね全8回のメールセミナーですね、それを作ってますので、それに登録していただくと8回でケミカル立ちとはどういうことかということをね学べるようになっていますので、下に動画の説明欄にリンク貼ってきますのでね、ケミカル立ちはどういうことなんだろう、やってみようかなって思う方はぜひ登録してみてください。骨のケアは何かしているかということを伺いました。骨粗しょう症が気になる。私はですね、特に今食事をバランスよくすればいいかなと思ってまして、特にこれとやってないんですけども、食事だけじゃなくて、運動も大きいんですね。骨を丈夫にするためには。それにはですね、背骨、この後ろの背骨に刺激を与えることがいいそうです。ですので、こうかかとを上げてポンとこう下ろすとか、こういうポン、こう体が響きますよね。こういった動きもいいそうですね。以前はですね、家に自転車を買って、自転車というかトレーニング用のバイクを買ってですね、家の中で自転車漕いでました。毎日30分間、結構 2,3 年続けたと思うんですけど、あんまり体力がついたとも思わないし、調子もあんまり良くならなかったんですね。でいろいろ調べるとですね、結局はですね、こう地面を歩く、この足の裏で地面を踏んだり刺激を全身に与えるということが大事だったんです。ですので、いくら太ももばっかり強化したところでそれほど、何もしないよりはマシでしょうけどもね、骨のケアという観点から言うと、この刺激ですね、ドンドンと全身に響くようなね、背骨にドン刺激を与えること、これがね骨の強化に非常に重要だということなんですね。ですので、この間も少しお話しましたけども、二の腕の引き締めトレーニングの動画でもお伝えしましたけども、食後に軽く走ります。家の中で響かないように、マンションなんで響かないようにちょっと厚めのマットね引いてやってます。軽くですよ、これぐらい、こんな感じちょっと長さが2メートルぐらいで、ちょっと行って帰ったりとか、逆さまになったりとか、反転したりとかこれ20分やるだけでも相当いいです。この時に気をつけるのは、かかとも下ろすということですね。つま先だけで走るんではなくて、かかともトントンと。であと外歩くのもいいですよね。もう今から秋、いい季節になりますのでね、ぜひ歩いてください、外をね。そういうのがいいんじゃないかなと。ケア、何かサプリメントとかもありますけれども、あと多かったのがですね、眉のここの盛り上がりが気になっている方がいられましたね。近視のせいか、そのようにね、ここが盛り上がります。でここですね、周尾筋っていうこの短い筋肉が眉毛のあたりにあって、これが緊張してちょっと張ってくると盛り上がります。ちょっと目が見えにくくてやったりとかね、眉間にシワを寄せたりとか、朝起きた時に眉間に2本シワが入ってる場合は、寝てる間にもここの周尾筋に力を入れてますね。でおすすめはですね、やはり軽く息を吐きながらマッサージしていくことね、ほぐしてあげること。すごく凝ってると思います、そういう方は。この部分がね、なのでふーっと息を吐くと、この周尾筋がリラックスしますので、ふーですね。でそれと寝ている間にやってる場合は、ほぼ5時間6時間7時間の間、結構長い時間やってることだから、必ずここもっこりしますよね。寝てる間が原因の場合も非常に多いです。ご自身では気づいてなくて、なんでここが盛り上がってるんだろうってね。その場合はここに寝る時にテープを貼るといいですね。フラウニーズっていうテープですね、眉間用。私も寝てる時に眉間にしわ寄せやすいタイプだったので、今貼ってますけども、だいぶねここの盛り上がりがなくなりました。女性はそれほどここ盛り上がらないんですよ、骨格的に。日本人女性はね。男性はちょっともともとこの頭蓋骨のところがぼっこり出てる人もいるんですけどね。女性でここが膨らんでる場合は、ほぼ何かしら緊張がありますね、この周尾筋の。だから女性の場合はね、ふーってやはり優しい眉毛の方がいいので、ふーって息を吐きながら3回少し軽くマッサージをしてあげて、寝ている間が原因でしたらテープを貼ってみてください。ウィンクするときに片方しかできないっていうご質問もいただいてますね。その場合はもう片方できない方は両目閉じてください。こういう感じでね、前にもね動画でご説明してるんですけどね、無理しなくていいです。先ほどのですね、眉のあたりの盛り上がりは何ヶ月で解消できるか。寝てる間にですね、眉間にしわを寄せてるかどうかは朝確認できます。朝起きた時にうっすらここに縦にしわが入ってますからです。でテープをして半年と思ってください。そのテープをするようになって約半年ぐらいはかかると思いますね。
眉間にしわ寄せる癖をもう本当にやめることが一番大事です。いくらねそのようなマッサージしたりとかしても、何かの時に日常生活でこういう動きをしてるとやっぱり鍛えられてしまうんですね、ここの筋肉ですので、どういう時にこういう風にしてるかっていうのをまず自覚して、それをなくすというのがやっぱり大事ですのでね、それをしていただいて約半年ぐらいかかるかなと思います。この盛り上がりがね。最後にですね、たるみが改善されればシワがなくなるかというのがありました。そうですね、顔の筋肉に張りが出てある程度育ってくると、皮膚をですね下からこうぐーっと持ち上げてくれるので、その分表面がこう張るんですね。ですのでシワがなくなる方がとても多いです。ただそこまでいくためにはある程度のシワを我慢しながらする必要があります。長くトレーニングされている方はですね、ほとんどないです。シワが気になるっていう方が、これを動きをするとシワが気になるんですけどっていう質問がほとんどなくなります。初めのうちは結構多いかもしれませんね。今回の質問でも多いですね。不安になるわけですよね。それと世の中にもそういう話が多いからです。表情筋トレーニングしてシワ増えるよって、やめた方がいいよって、だから美容皮膚科でいろいろした方がいいよっていう理論なんでしょうけども、美容皮膚科でいろいろするのも一つの方法なんですけど、結局それはその場しのぎなんですよね。何かしらこう異物を注入したりとか切ったり上げたりとか、絶対その場しのぎなので、もう自分の筋肉ですよね。顔に表情筋ない人いませんからね。確実に自分の持ってるものを鍛えるので、何の副作用もないわけですよね。しかもお金もかからないし、いつでもできる。どこかに行って何かをしないといけないっていうのはないですよね。もちろんエステなんかはですね、気分転換で行ったりとかするのももちろんいいと思います。ただそのベースにはですね、日頃から筋肉を鍛えておくことってとっても大事だと思います。ジムとか行くとですね、体はすごく鍛えてる男の方いらっしゃいますね。結構高齢の方でも後ろから見ると、わすごい鍛えてるなと思うんですけども、振り返るとおじいちゃんの顔なんですよね。髪が白髪とかそんなん関係なしにも顔が本当にもうシワというかたるみがひどい。すごくもったいないなと思って、体を鍛えるんだったらもうセットで顔も鍛えてほしいなと思うんです。なかなか顔を鍛えるっていうのがあんまり定着してないんでしょうね。よくねトレーニングしてても効果が出ないっていう方いらっしゃいます。でもよく考えていただきたいんですけども、二段腹のおじさんがいるとしますよね。太って、そういう方が1日100回毎日腹筋して全然ウエストが引き締まらないってこと絶対ないと思うんですよ。同じ食生活をしてたとしても絶対ないです。それは感覚的に分かりますよね。体の筋肉をこれだけ鍛えてて全然変わらないってことないですよね。でもなぜか顔に関してはそういうふうに思う方が多いんですよ。あんまり効果がないですっていうふうにね。おそらくですね、効果が出ない原因はですね、まず一つ目に間違った方法でやってることです。その対象としている筋肉をしっかりと動かしてない、他のところを動かしている可能性があります。例えばほうれい線にしても口周りのシワにしてもですね、あと口角の下がりにしてもですね、この口輪筋を鍛えないといけないんですね。これを鍛えるのが一番いいんですけども、それがきっちりとここに口周りに作用してないということもあります。あと眼輪筋、目の周りのトラブル、目の下のたるみとか目の周りのシワとかは、この眼輪筋を鍛えることでシワ自体がこう寄れなくなるんですね。なぜかというと、皮膚の下がとても厚みが出てくるから。なので皮膚が重なりにくくなるんです。なので眼輪筋をしっかり鍛えていけないんですね。口輪筋に関してもほうれい部分、ほうれい線がこう入りやすいっていうのは、この口輪筋をしっかり鍛えてないこともあるんです。ここが弱いと組織が薄いと重なりやすいんですね。逆にこういうふうにしっかりしてるとここが折り込みにくいわけですよ。洗ったりしても。そういうこともあるので、必ずですね、筋肉をしっかりと鍛えていくことがまず一番大事です。だんだんとそのシワが気にならなくなります。できればケミカル立ちをしていただきたいです。お肌のお手入れもでないと、せっかく筋肉が上がってもその皮膚自体がだれて斜め毛穴で下に下がる、毛穴が伸びてビヨンと、そうすると皮膚がだれるんですね。なので若返り感がないんですよ。ですのでお肌の手入れプラス表情筋トレーニングをしっかりすることがすごく今大事だと思います。でここでいただいているこの質問ですね。たるみが改善されればシワもなくなるか。これはかなりあると思います。たるみをしっかり、その前にしっかり筋肉を鍛えていくこと、その時にシワをあまり気にされずにしっかりとベースを、家でいう土台ですね、そこをしっかり築き上げていくと、上の家も安定してきますよね。シワもできにくくなりますので、ぜひ自信を持って頑張ってください。大体です、ご質問に答えてますけど、またコメント欄にいただいた質問の方に返信します。また見といてください。ということでですね、またですね、これからも頑張っていただきたいです。私もコツコツとできるだけ分かりやすいように解説して動画を上げていこうと思ってますので、一緒に頑張っていきましょう。はい、今日もご視聴ありがとうございました。